この仕事したいと思ったものの英会話なんて全く話せなかったですからね。ハリウッドスターのインタビュアーとかそんな夢みたいなこと言ってないで、ちゃんとしたお仕事に就きなさいって言われた時に挫折もそうだし悔しい思いもたくさん今までにありますね。自分のリミットを決めないで、とにかく行動するようにしてますね。夢は叶うものだと私は思います。一番の原動力ですね。常に新しいことにチャレンジしてたいというか、目標というかその夢を常に更新していたいタイプではあります。大きくても小さくても、叶うとか叶わない関係なく人生において目標を持つってことは大切だと思っています。小さい頃から、私の母がアメリカのテレビドラマとかハリウッド映画が大好きで、英語の響きも好きだったし、アメリカの、文化にもすごく憧れを持つように自然になりましたね。で、16歳ぐらい、高校1年生ぐらいの時ぐらいにそのハリウッドスターにインタビューしてみたいみたいのをぼんやりと持つようになって、それっていうのもリリコさんが王様のブランチで映画コーナーを担当されていて、すごいかっこいいなと思って、楽しくハリウッドスターにインタビューする様子を見たのに衝撃を受けたのを覚えてますね。これだみたいな。で、高校1年生の時から英会話に通って、で3年間通ってもなかなかまだまだそんなにペラペラに喋れるわけでもないし、発音がいいわけでもないけど、そのままアメリカに留学しようと思って19歳でアメリカのサンタモニカに留学しました。で、アメリカで勉強も兼ねてよくテレビを見ていて、で MTV をその中でもよく見ていて、女性の司会者でバネッサ・ミニロっていう人がいて、でその人がすごくかっこよくて、生中継でニューヨークからライブでいろんなアーティストとか、ハリウッドスターたちに彼女がインタビューするっていう、コーナーがあって、もうそれ見た時にこれだってさらにピンときて、これが夢なんだっていうふうに認識するようになりました。まず自分が好きなことが何なのかって、趣味でもいいですし、何が自分が好きなのかっていうのをもう自問自答してみるとか、あとはもう明日から何にでもなれるっていう風に、そういう設定だとしたら頭に一番浮かぶこと、大人になればなるほどこれは自分には無理だろうとか、勝手なジャッジをしてしまったりとか、やっぱり自分を過小評価してしまう人ってすごく、特に日本の場合って多いと思うんですよね。だからこそ本当に何がなれるとしたらっていう風に自分に聞いてみるっていうのにも、そこにもね、大きなヒントが絶対あると思います。私もそもそも16歳でハリウッドスターにインタビューをね、リリコさんの姿を見てこの仕事したいと思ったものの英会話なんて全く話せなかったですからね。でももうこれだってすごく頭の中でピンときてしまって、もうそれ以外考えられなくなっちゃったんですよね。逆算力と行動力ですかね。バネッサのことをいろいろ調べるじゃないですか。どうやって彼女この仕事に就いたのかなっていろいろ調べてる上で、彼女がミスユニバースのアメリカに選ばれたっていうのがあって、それをきっかけに彼女はテレビ業界に入ったっていうのを知って、ハリウッドスターをインタビューするっていう仕事に就く上でどうしようと思った時に、バネッサもミスユニバースにチャレンジして、そこからチャンスをつかんだんだったら私もそうなりたいと思って、アメリカ4年目の時にミスユニバースジャパンに応募しました。で、24歳で、日本に帰国して、そのままミスユニバースの大会に出ました。でもそもそもそのミスユニバースにしても、私は身長が163センチとかしかないんですね。で、ミスユニバースってそもそもみんな170センチ以上とか、私がその2007年ファイナリストになった時も一番背が低かったし、だからもうその背が低い時点でなれないとか、
一番最初にそれ考えつくことではあるんだけど、自分で自分のリミットを決めないでジャッジする前に、私はとにかく行動するようにしてますね。挫折はね、もう挫折もそうだし、悔しい思いもたくさん今までにありますね。ミスユニバースが終わって、で MTV にもう受かると思って、インタビューに行って、それがね、その憧れていたバネッサと同じ道だから、ミスユニバースのもうファイナリストにもなれたし、経験も積めたし、さあ行くぞって思った時に MTV に落ちて、だからすごく心折れたというか、本当にやっぱ人生って思い通りにいかないんだって、やっぱりそこで現実をすごく見させられましたね。でももうショックって言っても、もうそのままどうしようもないから、もうアルバイトするしかないって、アルバイトして次のこと考えようと思って、でうちの家族の知り合いが三茶か、その時三茶の、商店街の中に洋服屋さんがあって、セレクトショップだったんですけど、そこでアルバイトをさせてもらって、ミスユニバースの経験も経て、でも洋服屋さんでアルバイトしてて、で洋服屋さんは別にもちろん買い物しに行くのは好きだけど、そこで働くっていうパッションは全然なかったから、もう自分の中でも全然無気力になっていて、この先どうしようと思ってて、でも頭の中にはやっぱりハリウッドスターインタビュアーというか、女性バネッサみたいな女性司会者になるっていう夢があったから、すごく迷って、でもやっぱりいろんな人に話すと、そのハリウッドスターインタビュアーって現実的じゃないよねみたいな、それはリリコさんはああいう風にできてるけど、どうやってなれるのって言われて、でその時に親に、もうそんなハリウッドスターのインタビュアーとかそんな夢みたいなこと言ってないで、普通の仕事に就きなさいって、もっとちゃんとしたお仕事に就きなさいって言われた時に、親以外にもそんなのどうやってつくのみたいな、そんなことありえないんじゃないみたいな。やっぱそうやって周りの雑音というか、自分の心情とは裏腹に、だんだん私もそうなのかなとか、でもその普通ってなんだろう、ちゃんとした仕事って何って。でも私にとってはやっぱりそれだけアメリカにも行ったし、ミスユニバースも頑張ったし、自分にとってはそのハリウッドスターインタビュアーっていうのはすごくちゃんとした仕事だし、誇りを持ってやれるはずの仕事だったから、そういう普通の仕事に就きなさい、ちゃんとした仕事に就きなさいって言われたのがすごく自分の中でモヤモヤして、その言葉、それはいつも自分の中で絶対違うと思って、やってきましたね。でも今考えると、やっぱそういうこと全てがやっぱり自分を強くしてくれたし、もっと頑張ってやるって、今に見てろみたいな、私結構負けず嫌いなところもあるから、それが本当にあったから今の自分があるって思うので、やっぱりそういう思いも含めて、当時は嫌だったけど今はすごく感謝してますね。ある時にふと、そういえばって言って、そのミスユニバースのファイナリスト時代に声をかけてくれた FOX のプロデューサーのことを思い出すんですよね。そういえば終わったら連絡してって言って、 E メールアドレス名刺くれたんだって思い出して、でそれから彼に連絡して、そしたら彼がオフィスに遊びにおいでって言ってくれて、で彼のオフィスに遊びに行って、そこから私の人生がもう180度変わりました。ダンがどうなのっていう話をした時に、私はやっぱり変わらずハリウッドスターのインタビュアーがしたいっていう、レッドカーペットの上に立ちたいっていう思いを伝えたら、明日暇ってなって、じゃあよかったら僕のインタビューについてくるって言われて、その時はアシスタントとして行かせていただいたんですけど、ロード・オブ・ザ・リングス、ヴィーゴ・モーテンスンっていう俳優さんのインタビューを一番最初にさせていただいたのがちょうど25歳でしたね。そこから本当にあれよあれよと6年ぐらいですかね、その FOX バックステージパスっていう番組のレッドカーペットのインタビュアーにならせてもらいましたね。だからもう本当に夢だったブラッド・ピットもそうだし、レオナルド・ディカプリオもそうだし、 Anybody you can think of、 本当に夢のような6年間でした。今振り返ってみると、
当時はやっぱり心折れそうになったりとか、自分の信じてたものって何だろうとか、夢って何だろうって思ったことは何度もあったけど、でもやっぱり信じ続けていて行動力に移すと、やっぱり最後はそういう風に道が切り開けていったりとか、夢は叶うものだと私は思います。女性司会者としてもっともっと活躍していきたいなとか、いろいろやりたいことがあって、実は私もう30、今年8歳になっちゃうのか、今37歳なんですけど、やっぱりまだ叶えてない夢っていっぱいあって、その中の一つはやっぱりまだまだテレビのお仕事やりたいなっていうのがあって、で私は黒柳徹子さんが大好きで、彼女は女優さんもやられてて、トークショーのね、あれだけ長い間自分の「徹子の部屋」っていう番組を持たれてて、すごい素敵じゃないですか。であとはアメリカの、トークショーホストエレン・ダジェネレスっていう人がいるんですけど、彼女もすごくかっこいいし、彼女と話してる時のこのアメリカのセレブたちの生き生きとした姿というか、彼女にしかできないことってあると思うから、それはもう本当に黒柳徹子さんにしてもそうだと思うし、もうこの人がいたからこの人のこういうインタビューが聞けたっていう風になれるような、そういう女性司会者としてまだまだ仕事をしていきたいし、で私だったら英語もできるから、海外のゲストでも通訳を入れずに自分の番組にねご招待してインタビューしながら、その人のやっぱりいろんなストーリーを聞いていきたいなっていう夢はあります。あとはアナザースカイとかね、ああいう番組の司会みたいなああいうものもやってみたいし、夢いっぱいあるよね。年とか関係なく、何歳になっても夢や目標を持つのってすごく大切だし、素敵なことだと私は思っていて、私の経験上頭に描けることって大体叶えられるんじゃないかなって思います。私の好きな言葉が If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it っていう言葉があって、想像できることは達成できる、夢を描けるってことはそれになれるんだっていう言葉があって、私は本当にその通りだなと思っていて、本当にこのチャンネルを今見てる、皆さんもなんか叶える、どうなんだろうって夢がある方いらっしゃると思うんですよね。でもまず諦める前に行動に移してほしいし、で絶対行動に移してる中で見えてくることもあるし、思い描いてた夢じゃなかったとしても絶対何か得られるヒントってあると思うんですよね。だから私も常に新しいことしていきたいし、夢を叶えていきたいと思ってるので、見てる皆さんもね、私のこのチャンネル見て頑張ろうって思ってくれたら、すごく嬉しいです。